様こんにちは、セリナです。今回は3月24日発売、シャネルスプリングサマーメイクアップコレクション2023よりレキャトルルージュユーエジュの957ランドレス、958キャラクテール、ボーメサンシルの限定色、67番のルージュフレ、そしてスティルユーウォータープルーフ N の限定色、72番のオーローズをご紹介していきます。今回のコレクションは赤がテーマカラーということで、実際にどんな発色なのかや使いにくくないのかなど気になっている方も多いんじゃないかなと思います。中でも注目のマキシサイズパレットレキャトルルージュユーエジュはアイシャドウとしてはもちろんチークやハイライトとしても使用できるマルチパレットなので、アイシャドウとして塗った時の単色塗りとチークやハイライト使いした時のカラーの見え方もしっかりとご紹介していきます。そして最後にこちらのコレクションを使ったメイクルックを2パターンご紹介していきますので、少しでも参考になれば嬉しいです。こちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。シャネルスプリングサマーメイクアップコレクション2023、生命の象徴、力を秘めた色。シャネルメイクアップクリエイティブスタジオが手掛けた最新コレクションを鮮やかに彩るのはレッド。この色の持つ魅力があらゆる色合いを通して表現されています。自分だけのハーモニーを楽しむパワーを全ての女性に与えるカラーパレットです。まずご紹介していくのはこちら、レキャトルルージュユーエジュ。モノズから生まれ絶え間なく再生され続ける赤。姿を変化させながらその華麗なオーラで全ての女性を包み込みます。時にはほんのりと、時にインテンスに。シャネルメイクアップクリエイティブスタジオは赤という色の多面性からインスピレーションを受けて特別限定品レキャトルルージュユーエジュをデザインしました。パレットに収められているのは赤のあらゆるニュアンスを表現する4種のメイクアップパウダー。アイシャドウとして、そしてチークカラーとしてもお使いいただけるこの製品は、繊細からパワフル、軽やかなルックから大胆なルックまで多様なメイクアップを叶えます。こちらのパレットは2色展開で、957のサンドレスは左上からマットタイプのシエナレッド、サテンタイプのピーチハイライター、マットタイプのコーラル、そしてマットタイプのロージーベージュ。958のキャラクテールは左上からマットタイプのウォームローズウッド、サテンタイプのローズゴールドハイライター、マットタイプのシエナレッド、そしてマットタイプのトメットタイルレッドというカラー構成です。続いてボーメイサンシルの限定色、67番のルージュフレ。肌に濡れたようなツヤをプラスするグロースティック。頬、まぶた、唇など輝かせたいところにのせるだけ。メイクアップの可能性がぐっと広がります。そして最後にご紹介するのはこちら、スティルユーウォータープルーフ N の限定色、72番のオーローズ。涙、湿気、皮脂にも負けず、くっきりしたアイラインが長時間続く、振り出し式ウォータープルーフアイライナー。目の際に繊細に引いて、もしくは大胆にグラフィックなラインまで思い通りに。それでは肌の上にのせてみて、実際の色味や質感など見ていきたいと思います。今回のコレクションのメインアイテムでもあるレキャトルルージュユーエジュは、アイシャドウとしてはもちろんチークやハイライトにも使えるマルチパレットとのことなので、アイシャドウとしての単色塗りの他にもチークやハイライト使いした時にどんな感じになるのかもしっかりと見ていきたいと思うので、まずはこちらのスティックタイプのハイライト、ボーメサンシルの限定色からご紹介していきたいと思います。今回の限定色はこんな感じで、
コレクションにぴったりなレッドカラーですが、ハイライトにしてはかなりカラーがしっかりとしていますよね。先月スプリングコレクションとして発売されたドラジェという限定色も血色感のあるピンクカラーがしっかりとついていましたが、そのドラジェと比較しても今回の限定色であるルージュフレは赤みが強く発色もかなりいいので、店頭で BA さんにお伺いしたところ、ハイライトというよりもどちらかというとチーク使いの方がおすすめなアイテムとのことでした。ただハイライト使いした時にどのくらいカラーが乗るのかも気になるので、まずはハイライトとして C ゾーンに塗ってみたいと思います。こちらはかなりオイル感の強いタイプのハイライトなので、指に取ってトントンとなじませていくのがおすすめです。こんな感じで塗り始めからも結構しっかりカラーがつきますが、とてもオイル感が強いタイプなので、なじませていけば意外と肌に馴染んでくれます。はい、C ゾーンにハイライトとして限定色のルージュフレ塗ってみました。伸ばしていくと意外と肌には馴染んでくれましたが、かなり薄くつけている状態でもこのくらいしっかりと発色するので、ハイライトとしては少しカラーは強いかなという印象です。ただ、ボーメサンシェルの特徴でもある濡れたようなオイルのツヤ感は感じますが、パールやラメの輝きはそこまで強くないので、チークとして使ってもツヤツヤになりすぎることなく意外と使いやすいんじゃないかなと思います。このままチークにも塗ってみたいと思います。チーク使いだとこんな感じで内側からじわっと血色が滲んだような感じになって可愛いですね。はい、こちら側にチーク使いしてみました。チークとして広範囲に塗ると、この濡れたようなツヤがより分かりやすいと思います。こんな感じで何度かしっかりと塗り重ねましたが、やはりいつものボーメサンシェルよりは、パールやラメ感は控えめな印象でした。内側からじわっと血色が出るようなネイタイプのチークをお探しの方にはとても使いやすいと思います。ただどうしてもかなりオイル感が強いタイプなので、乾燥は気になりませんが、肌表面のベタつきは少し気になる印象です。ハイライトとして使った方とチークとして使った方、少し引きで見てみるとこんな感じで、ハイライトとして使った方も血色感が出て、意外と日焼けチークのような印象で使えて可愛いなと思いました。こういった高い位置に使うのも可愛いですね。そして個人的にはボーメサンシェルをリップ使いするのもとても好きなので、リップとしても塗ってみたいと思います。今回の限定色はかなりカラーがしっかりなので、リップとしてもこんな感じですごく可愛いです。はい、リップ使いするとこんな感じです。オイル感がとても強いタイプのテクスチャーなので、リップとして使っても乾燥することなくすごく使いやすくて、ツヤ感のあるシアーなリップくらいの発色をしてくれるので、リップ使いもすごく向いていると思います。唇の上に乗せてみると、肌の上に乗せた時にはあまり感じなかったレッドの微細パールの感じが生きてきて、少しメタリックっぽい印象もありました。夏にカジュアルに赤リップを楽しみたいという時にすごく可愛いと思います。今回のコレクションではリップアイテムが発売されていないので、こちらのボーメサンシェルをリップ使いするのもすごくいいなと思いました。では続いてスティロイウォータープルーフ N 限定色のアイライナーをご紹介していきます。今回の限定色はこんな感じのカラーで、カラーが72番のオーローズという名前で、商品情報を見た時に昨年のホリデー限定で発売されたフェイスパレットのエクラルネールというかなりお気に入りのパウダーと同じカラーの名前だったので気になっていました。実際に比較してみるとこんな感じで、カラー自体はかなり似ていますが、スティロイウォータープルーフの方が少し白っぽくてピンクオレンジのようなカラーなのに対して、限定のフェイスパウダーの方が肌の色に近いオレンジ系のカラーでした。アイライナーとフェイスパウダーということで質感が全然違う分多少違って見えますが、
やはりカラー自体は同じシリーズなのかなと思いました。ではアイシャドウやアイライナーは塗っていない状態なので、アイライナー単品で上下にラインとして塗ってみたいと思います。ステロイウォータープルーフは滑らかだけどしっかりと肌に密着してくれる感じなので、繊細なラインもすごく描きやすいです。メタリック感が強くてものすごく可愛いです。はい、こちら側上下にラインとして使ってみました。実際にまぶたの上に乗せてみると、よりメタリック感が強いのと、明るめのピンクオレンジのようなカラーですが、白っぽくなりすぎずにちゃんと目元を引き締めてくれる効果もあるので、明るめのブラウン系のアイライナーの延長のような感じで使えて、ものすごく可愛いです。カラーもフェイスパウダーのオーローズと同様、温かみのあるカラーですが、ローズの柔らかさも絶妙に効いているので、夏らしい印象ですが、ヘルシーになりすぎなくて上品なところがシャネルらしくてすごくいいなと思いました。こちらのアイライナーは私が予約した店舗だと予約の時点で一番人気ですぐに予約分が終了してしまったとのことだったので、人気なのも納得なくらい可愛いです。それではレキャトルルージュ U エージュ、まずは957のターンドレスのカラーを1色ずつアイシャドウとして単色塗りしてお見せしていきたいと思います。まずこちら左上のカラーはマットタイプのシエンナレッド。店頭で BA さんにお伺いした時に、パレットの見た目よりも意外とシアーな発色でとても可愛いですよと教えていただいたのですが、実際にまぶたの上にのせてもこんな感じで、一気にカラーがドンとついてしまうというわけでなく、透け感があって滑らかに伸びていくような感じで、ものすごく可愛いですよね。意外と強くなりすぎないので、今の時期からも取り入れやすいレッドカラーだと思います。はい、まずは1色目。マットタイプのシエンナレッドはこんな感じです。何度かしっかりと指で重ねましたが、それでもこんな感じで絶妙な透け感が残ってくれます。やはり今回はアイシャドウ以外にもチークやハイライトとしても使えるタイプなので、パウダーの伸びがとてもいいと思います。マットタイプですがすごくシアーなのでとても使いやすいです。続いてこちら右上はサテンタイプピーチハイライター。こちらはこのパレット唯一のサテンタイプです。こちらもマットタイプと同様軽くてしっとりとしている粉質で、こんな感じの微細なパールのツヤがとても綺麗です。本当に今回のパレットはかなり伸びが良くて使いやすいです。はい、2色目。サテンタイプのピーチハイライターはこんな感じです。かなり肌なじみのいいハイライトカラーという感じですが、ピンクに寄りすぎていなくて、意外とオレンジの要素も感じられるようなピーチカラーなので、ハイライト効果もありつつ、あまり白っぽくなりすぎないところが絶妙なカラーだと思います。パール感はかなり微細なので、ギラギラしすぎなくて使いやすいです。はい、1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下はマットタイプのコーラル。こちらはコーラルカラーということで、先ほどのシエンナレッドと同じマット質感ですが、シエンナレッドよりもさらにマットっぽいふんわりとした質感な感じがします。それでもこんな感じで透け感はある方なので、指でも全然塗りやすいです。はい、3色目、マットタイプのコーラルはこんな感じです。1色目のシエナレッドよりもしっかりと発色がしますが、ふんわりとしながら透け感もあるようなマット仕上がりです。コーラルカラーですが結構ピンクの要素も強いので、組み合わせ次第では春先にも使いやすそうなカラーだなと思います。そして最後右下はマットタイプのロージーベージュ。先ほどのコーラルと同じくらいの発色感とふんわりとしたマット質感ですね。かなり明るめのベージュカラーでとてもおしゃれです。
はい、最後4色目。マットタイプのロージーベージュはこんな感じです。ベーシックなベージュカラーにほんのりとローズのニュアンスを感じるようなシャネルらしい上品なカラーです。一色で仕上げても可愛いカラーですね。はい、3色目と4色目はそれぞれ引きで見るとこんな感じです。では続いて、チークやハイライト使いした時にどんな感じになるのか見ていきたいと思います。アイシャドウとして単色で塗ってみた感じ、サテンタイプのピーチハイライターはハイライト使いがしやすそうで、その他の3色はチーク使いに向いていそうだったので、まずはこちらのマットタイプのシエンナレットからチーク使いしてみたいと思います。アイシャドウ使いした時もかなり粉質が軽かったので、チークにもすごく使いやすいんだろうなと思っていましたが、こんな感じで、チーク使いでもものすごくほんのりと発色する感じで、カラーの調整が苦手な方にもとても使いやすいと思います。はい、まずこちら側、マットタイプのシエンナレッドをチーク使いしてみました。深みのあるレッド系のカラーなのに、このシアーな感じがものすごく可愛いですよね。チークとしてブラシで磨くようにつけると自然なツヤが乗る感じがします。本当に粉質がいいです。続いて反対側にこちらマットタイプのコーラルをチーク使いしてみたいと思います。やはりアイシャドウとして塗った時と同様、ほんのりと肌を染め上げてくれるような発色です。はい、こちら側にマットタイプのコーラルのカラーをチーク使いしてみました。反対に塗っているシエンナレッドよりもしっかりと発色する感じで、ふんわりとした印象のチークです。明るめのコーラルカラーなので、お顔をパッと明るく見せてくれて、柔らかいマットの質感も相まって、春先にも使いやすいチークなんじゃないかなと思います。どちらもチーク使いもかなり可愛いです。続いてハイライトとしてこちら、サテンタイプのピーチハイライターを塗ってみたいと思います。ハイライトはこんな感じで、一塗りで微細なパールのツヤが乗ってくれて、自然ですがちゃんとツヤ感を感じられて綺麗です。はい、こちら側にピーチハイライターを塗ってみました。ハイライトを塗っていない方と比較しても、ベースのカラーが肌なじみのいいピーチカラーだからか、白っぽくなってしまったり、血色感が強く出てしまうこともなく、とても自然なハイライトですが、こんな感じで微細なパールのツヤが加わって、ギラギラしてしまったり、テカテカに見えてしまうということがなく、つるんとした綺麗なツヤが出て、とても絶妙なハイライトだなと思います。粉質もしっとりとしていて軽く、パールも控えめなので、近くで見てもパールが悪目立ちしてしまう感じもしないです。鼻にも塗ってみます。はい、鼻筋にも軽く入れてみるとこんな感じです。やはりものすごく肌なじみはいいですが、つるんとしたツヤが加わったのがよりわかりやすいと思います。派手すぎないので、C ゾーン以外の場所に塗っても浮く感じがしなくて使いやすいと思います。そして最後、こちらマットタイプのロージーベージュをチーク使いしてみたいと思います。意外とまぶたにのせた時に絶妙なピンクの柔らかさも感じたので、シェーディングというよりもチーク使いの方が向いているかなと思ってチーク使いしてみました。こんな感じでほんのりピンクの血色感も感じるようなおしゃれなベージュチークですごく素敵です。はい、こちら側ロージーベージュをチーク使いしています。かなり肌なじみがいいベージュカラーですが、ピンクの柔らかい要素も感じられるので、肌が暗く見えてしまうこともなく、レッド系のアイシャドウなどをしっかりと使った時のバランスを取るためのチークにすごく使いやすそうです。今回アイシャドウ使いももちろんですが、どのカラーもチークやハイライトとして使っても粉質も良くてカラーも絶妙ですごく可愛いパレットだなと思います。では続いて958のキャラクテール。まずはアイシャドウとして1色ずつ単色塗りしていきたいと思います。
1色目はこちら、左上のマットタイプ、ウォームローズウッド。こちらのパレットは先ほどの957番よりも全体的にパレットの見た目からもカラーの発色が良さそうですよね。やはり1色目も透け感はありますが、957のパレットよりもカラーがしっかりとつく印象です。はい、1色目、マットタイプのウォームローズウッドはこんな感じです。程よい透け感もあって、粉質も軽くて塗りやすいところは同じですが、やはり957のパレットよりもカラーがしっかりと発色します。そしてこちらはウォームローズウッドという名前の通りの温かみのあるローズウッド系ですが、赤み要素が結構強くて、上品さの中にもこなれ感があってとっても可愛いです。続いてこちら右上のサテンタイプ、ローズゴールドハイライター。こちらは957のサテンカラーよりもさらにパールのきらめきが強いタイプです。まぶたの上に乗せてみると、パレットで見た時よりも意外と温かみのあるゴールド系で、ものすごく使いやすそうです。はい、1色目、サテンタイプのローズゴールドハイライターはこんな感じです。パレットで見るともう少し黄みが強いゴールドなのかなと思いましたが、まぶたの上に乗せてみると温かみを感じるようなローズゴールドカラーなので、しっかりとアクセントは出してくれますが、派手になりすぎなくて可愛いなと思います。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いてこちら左下がマットタイプのシエンナレッド。957にも同じシエンナレッドというカラーが入っていたので、店頭に問い合わせてみたところ、こちらは同じカラーとのことでしたので、今回のコレクションはこのシエンナレッドがキーカラーになっているのかなと思います。そして最後こちら右下がマットタイプのトメットタイルレッド。こちらは今回のコレクションの中でも一番鮮やかなレッドという感じですね。意外と透け感があるので、ピンク寄りのイメージもあって、そこまできつい印象になりすぎなくて可愛らしいです。はい、最後4色目、トメットタイルドレッドはこんな感じです。鮮やかで明るくて少しピンク寄りのレッドカラーがしっかりと発色します。反対に塗っているシエナレッドは透け感があって落ち着いたカラーなので、よりこの2色のレッドの違いを楽しむことができると思います。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。では続いてチークやハイライト使いをした時にどんな感じなのか見ていきたいと思います。今回はこちらのマットタイプのウォームローズウッドと右下のマットタイプのトメットタイルドレッドをチーク使い、そしてこちらの右上のサテンローズゴールドハイライターをハイライト使いしたいと思います。まずこちら、ウォームローズウッドです。アイシャドウとして使った時は結構発色がしっかりだなと感じましたが、チーク使いだとそこまでカラーが一気に濃くついてしまうというわけでもないので、調整もしやすく、でもちゃんとカラーも乗ってくれるタイプです。ベージュチークのような肌なじみの良さとレッドの血色感のいいとこ取りのようなカラーで、チーク使いにもすごく素敵です。はい、ウォームローズウッドをチーク使いするとこんな感じです。深みと血色感のバランスが取れているとても素敵なカラーだと思います。顔全体の印象をチークでキュッと引き締めたい時に大活躍してくれそうです。続いてこちらトメットタイルレッドをチーク使いしていきます。こちらも発色がしっかりなのと、カラーが今回のコレクションの中で一番鮮やかだったので、しっかりとチークとして明るさを出してくれます。はい、トメットタイルレッドはチーク使いだとこんな感じです。こちらは標準的なチークカラーくらいしっかりと発色してくれて、ピンク系の血色感のあるレッドチークで
可愛らしい印象にも見せてくれます。反対に塗っているウォームローズウッドとはまた全然違った印象に仕上がりますね。最後はサテンタイプのローズゴールドハイライターをハイライト使いしていきます。まず C ゾーンに塗ってみます。肌の上にのせてみると結構ゴールドの印象が強くなります。一気に夏らしいヘルシーさが加わって素敵です。アイシャドウ使いした時よりも肌の上にのせた方がゴールド入りの発色がするので、一気にゴールドの華やかさがプラスされます。そして先ほどの957のパレットのハイライトカラーよりもパールやラメ感が強いので、よりしっかりハイライトのきらめきを感じることができます。でもこちらもこんな感じで近くで見てもそこまでパールやラメが悪目立ちしてしまう感じではないです。そして鼻にも入れてみます。鼻に入れるとこんな感じでやりすぎ感はないですが、しっかりとツヤめきは感じられますね。ではここからは今回のコレクションを使ったメイクルックを2パターンご紹介していきます。まずは957のタンドレスのカラーを使ったメイクルックです。まず左上のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。今回のメインカラーであるこちらのシエナレッドをしっかりと発色させていきます。透け感があるので全体に塗っても全然やりすぎ感が出ないです。続いて右下のカラーを指に取って目の際に締め色として重ねていきます。この少しピンク要素も感じる肌なじみのいいベージュカラーが目元を柔らかく引き締めつつ、シエナレッドをより柔らかい印象に仕上げてくれます。このマットタイプの2色だけでもとてもふんわりとしていて可愛いですよね。右上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にトントンと入れていきます。ハイライトはすごく控えめなので下に塗っているアイシャドウの印象は壊さずに綺麗にグラデーションを動かしてくれる効果を出してくれます。最後に左下のカラーをブラシに取って下まぶた全体に入れていきます。アイシャドウはこんな感じで完成です。このままでもとても可愛いですが、さらに下まぶたにスティロユーウォータープルーフの限定色72番のオーローズを使ってまつげの生え際にこの限定アイライナーを入れていきます。下まぶたはコーラルのカラーのみで仕上げたので、このアイライナーを入れることでよりコーラル系のカラーを引き立てていきます。そしてボーメイサンシェルの限定色ルージュフレを頬の高い位置にハイライトとチークの中間というようなイメージで塗っていきます。ハイライト使いには少し赤みが強いかなと思いましたが、意外とこの高めの位置に入れると日焼けチークのような印象になってすごく可愛かったです。そのままリップにも塗っていきます。はい、こんな感じで957のパレットを使ったメイクルックが完成しました。可愛らしさの中にも夏らしさを感じるようなメイクルックに仕上げるために、目元はレッドとピーチのニュアンスが強くなるように作って、チークは高い位置にほんのりと血色が乗るようなイメージで塗っています。下まぶたにアイライナーでしっかりとメタリック感を入れたり、チークを高い位置に塗っていますが、子供っぽいイメージにはならずに、大人っぽい印象のある夏らしいメイクに仕上がるところがすごいなと思いました。957のパレットはカラーが全体的に明るめでシアーなものも多いので、レッド系のカラーが苦手という方にも使いやすいと思います。本当にカラーも質感も良くて使いやすいです。それでは最後、2パターン目のメイクルック958のキャラクテールを使って仕上げていきます。
まず左下のカラーを指に取ってアイホール全体に塗っていきます。先ほどと同様、今回のメインカラーであるシエンナレッドでベースを作っていきます。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1に塗っていきます。ベースに塗ったシアーなシエンナレッドの赤から明るくてはっきりとしたレッドへのグラデーションを作っていきます。この明るいレッドが入ることで一気に夏らしさが増しますね。続いて右上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にトントンとのせていきます。レッドとローズゴールドの組み合わせがすごく大人っぽくて華やかで素敵です。最後に左上のカラーをブラシに取って下まぶた全体に入れていきます。上まぶたは明るくて華やかな印象なので、下まぶたは少し落ち着いた印象でまとめていきます。アイシャドウのみの状態だとこんな感じです。続いてステロユーウォータープルーフの限定色72番のオーローズを使って上まぶた全体にアイラインとして使っていきます。ベースにレッドのカラーでしっかりとグラデーションを作っているので、オーローズのメタリック感も綺麗に発色してくれます。目尻は少し跳ね上げてしっかりとカラーを見せて、下まつげの生え際にも塗っていって上下のまぶたを囲っていきます。続いて左上のカラーをチークブラシに取ってチークとして塗っていきます。どのカラーもチーク使いしてもすごく素敵でしたが、こちらのカラーの深みがある感じと上品な感じのバランスがすごく可愛いと思ったので、こちらを塗っていきます。続いて右上のカラーをハイライトブラシに取ってハイライトとしてシーゾンに塗っていきます。最後、オームエサンシェルの限定色ルージュフレをリップとして塗っていきます。はい、2パターン目のメイクルック958のパレットを使ったメイクが完成しました。958のパレットは全体的に発色がしっかりしているのと、鮮やかなレッドやローズゴールドのハイライトカラーなど華やかなカラーと下まぶたやチークに使った落ち着いたカラーのバランスがすごくいいパレットだったので、目元は上下に限定のアイライナーのオーローズでしっかりとメタリック感を出して華やかに仕上げつつ、チークは落ち着いたベージュカラーを使って大人っぽい夏の華やかメイクに仕上げてみました。一つのパレットでアイメイクもチークもハイライトも使えるので、すごくまとまりがありますよね。大人っぽいレッドで素敵だと思います。はい、ではこんな感じで3月24日発売シャネルの2023スプリングサマーコレクションより限定のレキャトルルージュ UH の2色と限定色のオーメーサンシェルとスティロユーウォータープルーフ N をご紹介していきました。レキャトルルージュ UH は実際に使ってみるまで発色がしっかりでテーマカラーである赤が全面に出てしまうのかなと思っていましたが、全体的に透け感があってしっとりとして伸びの良い軽い粉質だったので、アイシャドウに使っても派手すぎることなく上品なレッドメイクを楽しむことができました。またハイライトやアイライナーも夏らしくておしゃれに仕上がるアイテムですが、ちゃんとシャネルらしい上品さも併せ持っていて子供っぽくなることなく可愛らしいイメージにも上品なイメージにも使えるところが素敵でした。今回ご紹介したアイテムは全て限定品となっておりますので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。